この夏北海道を旅してきました。53日間という長旅を経て編み出した車中泊旅の節約術を8つ発表しますね。このような順番でお伝えします。それではスタートです。1、岡本の術。この術はガソリン代を節約する術です。ガソリンスタンドの岡本セルフだけで使える術にはなりますが、1リットルあたり5円引きで燃料を購入することができます。やり方は簡単で、まず給油する店舗の店舗名を調べます。次に LINE のアプリを開き、給油したい店舗のアカウントを友達登録します。するとクーポンが送られてきますので、このクーポンの画面をスタッフの方に見せると、割引された価格で燃料を購入することができます。ただし、このクーポンは初回の1回しか使えませんので、1店舗あたり1回きりの術です。少し面倒な術ではありますが、1回の給油で100円から200円ほど割引されるので、なかなかだと思います。注意点としては、普通に給油するより時間がかかりますので、混雑時は避けた方がいいと思います。ちなみに岡本セルフは北海道以外にも東北地方や関東にもちょこっと店舗があります。2、外食はお昼だけにするの術。この術は割高になりやすい夕食時の外食は控えて、お得感があるお昼に外食を楽しもうという苦肉の策です。お膳さんは53日間旅をしていましたが、夕飯で外食を楽しんだのは3、4回だったと思います。悲しくなんかありません。その分、ランチして、たまに握って、ほんでまたランチしてましたから。実際の話をすると、明るいうちに車中泊する場所へ到着しておきたい時があるので、自然と夕食は車内でってなることが結構あるんですけどね。3、温泉クーポンの術。名前の通りクーポンを使って安く温泉に入ろうっていうよくありがちな術です。クーポンの入手方法はいくつかありますが、温泉クーポン付きの雑誌を買うのが北海道旅行者の定番になってるみたいです。一番有名な雑誌はです。こちらの雑誌には無料クーポンが12件分と半額クーポンが30件分ついてました。太っ腹。雑誌としても北海道ご当地情報誌って感じで結構読み応えありましたよ。お膳さんは北海道のセブンでゲットしましたが、Amazon でも買えるみたいですね。値段は660円なので2回くらい使えば元が取れますね。にんまりです。ちなみにクーポンが利用できる期間は雑誌の販売期間と同じで、毎月25日から翌月24日の1ヶ月間です。それと注意点がありまして、施設によっては土日祝日やお盆などの繁忙期はクーポンが使えない場合があるので、要チェックや温泉クーポン付きの雑誌としてもう一冊、温泉博士も簡単にご紹介しておきます。こちらの雑誌は北海道限定ではなく、全国の施設を対象にした温泉クーポン専門の雑誌です。東日本版と西日本版がありまして、北海道のクーポンは東日本版についています。お膳さんが購入した時は北海道のクーポンは4枚のみだったので、
北海道旅行者というよりは全国を旅する人に喜ばれる雑誌かと思います。温泉博士は全国の一部書店で取り扱いがありますが、ネット販売もしています。本の価格が650円で送料が全国一律50円なので超良心的ですよね。温泉博士の公式ページのリンクを概要欄に置いておくので、気になる方は要チェックやで。左手にパトカー発見。怖い怖い。ちなみに今走っているのはオロロラインという有名な海岸線です。4、1日は48時間の術。皆さん、できればお風呂は毎日入りたいですよね。ですが、毎日入るとなると、それなりに費用がかかります。1回の入浴代を500円とすると、10日で5000円、20日で1万円もかかります。ですが、この術を使うと、10日が5日になり、20日が10日になるので、入浴代を半分にすることができるのです。この術のすごいところは、毎日風呂に入るという人としてできれば守りたいプライドを維持しながらもちゃんと節約できる点です。知り合いに旅中お風呂はどうしてたのって聞かれて、入れる時に入る感じかなみたいに言葉を濁す必要はもうありません。自信を持って毎日入ってたよって言っちゃいましょう。だって1日は48時間なんだから。5、メトロランドリーの術。この術はコインランドリー代を節約する術です。長期間旅をしていると週に1回くらいコインランドリーのお世話になります。お膳さんは一人旅だったので洗濯物の量は少なめでした。ですが小綺麗な感じのコインランドリーには料金が少し高めの大きな洗濯機しかなく、もやもやしていました。そこで編み出されたのがレトロコインランドリーの術なのです。昔のランドリーには小型で縦型の洗濯機が設置されていることが多く、これが1人分を洗濯するのにちょうど良いサイズなんですよね。料金も格安で2、300円くらいのところが多いです。なんか商売っ気がなくていいんですよね。ただこういったレトロランドリーはかなり希少なので、レトロランドリーの実は使えたらかなりラッキーって感じです。一応お膳さんがお世話になったレトロランドリーとおすすめ格安ランドリーの一覧を載せておきますね。稚内ポートサービスセンターはレトロではありませんが、いろんなサービスが格安で利用できるので超おすすめです。ちなみに今走っているのは宗谷急両道路です。宗谷岬からすぐのところにありました。6、自然乾燥の術。この術も洗濯物に関する術で、乾燥機を使わなくても車内干しで乾きますって術です。この術の良いところは乾燥機代がかからないってことと、乾燥するまで待っている必要がないところです。時間とお金を同時に節約できるのでラッキーですね。晴れてる日の午前中に洗濯をして車内に干し、窓を開けた状態で2、3時間車を走らせればだいたい乾いちゃいます。こんな感じ。車内に紐を張ったり、あらゆる隙間にハンガーをねじ込んで干してました。ご覧の通り、この術を使うと不審車両と化するのでおすすめできません。
あまりにもハイリスクローリターンすぎます。誰だって乾燥機代300円のために捕まりたくありませんよね。7、地球は誰のものでもないよ。この術は、地球は誰のものでもないんだから駐車場代を取るなんておかしいという謎のスローガンを掲げながら有料駐車場をスルーして、意地でも無料駐車場に止めてそこからひたすら歩くって術です。北海道では駐車場代は無料のところが多いのですが、有名な観光地だと有料のところがポツポツあります。そんな時、この術を使うと駐車場代を無料にすることができます。例えば摩周湖と硫黄山の駐車場は共通の駐車券となっており500円かかります。2箇所で500円なので良心的っちゃ良心的ですが、無料以上に良心的な価格はありませんよね。地元の方にはすみませんけど、術使わせていただきやす。映像に映っているのは摩周湖第三展望台の駐車場です。摩周湖には展望台が2つあり、有料なのは第1展望台で、第3展望台は無料です。有料の方が景色が綺麗なんじゃないのって思うじゃないですか。ところがどっこい、無料の第3展望台でも十分綺麗っていうか、なんなら高台にある分第3展望台の方が綺麗に見える説あると思います。それに第1展望台は結構賑やかなのですが、ここ第3展望台はとっても静かで穏やかな場所です。お膳さん的にはここからの景色が北海道で一番鳥肌でした。さてさて、硫黄山の方も紹介しておきましょうか。硫黄山に行く際、ほとんどの方が有料駐車場を利用するかと思います。というか利用せざるを得ないって言えるほど周りに駐車場がありません。ですが術を使うと、硫黄山から500メートルあたりに無料駐車場を出現させることができます。歩くの面倒だなって思う方もいらっしゃるかと思いますが、観光地に車で横付けして目的の名所にすぐこんにちはするのはなんかちょっと味気ないなって思う時があるんですよね。旅って案外目的地はどこでもよくて、道中楽しみたいだけなのかもしれませんね。どこかで聞いたようなセリフですが、ちなみに硫黄山はマジでパないところなので、ぜひ行ってみてください。めちゃくちゃ腕の良いウルトラマンを担当していた大道具の方が作ったセットなのかなって思うくらい現実離れしている場所です。ちなみに今回車を止めた場所ですが、クマが出てきそうなので利用は控えましょう。8、海鮮はあえて食べないの術。この術は北海道に来たんだから海鮮をたくさん食べなければという謎の使命感を抱くことによって、そんなに食べたい気分でもないのに海鮮ものを注文して微妙な気分になることを回避するための術です。海鮮ものって美味しいのですが、連日食べてるとちょっと違ったものが食べたくなるんですよね。お膳さんは以前縄文杉を見に屋久島へ行ったことがあり、滞在した5日間でいろいろ海鮮ものを食べました。それらは新鮮でとても美味しかったのですが、何が一番美味しかったのって聞かれたら、お膳さんは
こう答えてしまいます。4日目に食べたモスバーガーって。つまり何が言いたいかというと、いくら旅行中といえど、そんなに食べたくもない名物を無理して食べることはねってことです。その方が楽しいし、美味しいし、お財布にも優しいですから。禁術。ここまで8つの節約術をご紹介してきましたが、この禁術は節約の効果という意味においては、他の術より圧倒的な効力があります。その禁術とは、入会キャンペーンをやっているクレジットカードを作るです。クレジットカード会社では、新しいお客さんを増やすためにお得なキャンペーンを実施していることがよくあります。使った金額の 10% がキャッシュバックされるお得なキャンペーンとか結構あるんですよね。ではなぜこんなお得な術が禁術扱いかというと、賛否両論あるかなと思ったからです。いくらお得だからってわざわざカードを作るのってどうなのってご意見や、カードをむやみに増やしたくない方もいらっしゃるかと思います。そういったことを踏まえると、手放しにおすすめするのは違うかなと思って禁術扱いにしました。ただデメリットらしいデメリットもないので、抵抗のない方は検討してみるのはありかもです。ちなみにお膳さんは旅に出る前に 5% お得になるカードを作って、そのカードを旅に持って行きました。そのカードを使うたび、よし、ちょっと得したぞって気持ちになれるので、なんか心地よい気分でした。一応いい感じのキャンペーンがあったら概要欄に載せておきますので、興味のある方は覗いてみてください。